今日は日本橋に来ています。東京都中央区、東京の真ん中、いや、日本の真ん中？江戸時代から続く商人の町であり、老舗のデパート、和菓子店などが集まっています。もちろん日本の起点ともいえる日本橋そのものも外せない。今回は橋を中心に南北を歩いてみます。最後は日本橋川から東を回る船に乗って、普段は見られない日本橋の風景をお届けしますので、最後までお楽しみください。それでは、スタート。まずは、東京駅八重洲側から中央通りに出ました。早速、主役といえる日本橋高島屋があります。昭和8年にここに店を構えたという日本橋高島屋。この建物だけでもゆっくり見る価値があります。デパートといえば、休みの日に家族で行くところ。そんな風に育ってきた世代には、デパートはいつの日も憧れです。高島屋のお向かいには、大型書店の丸善があります。寄りたいのですが、書店に入ると出てこなくなるので、今日はスキップ。このまま北上します。と言いながら、早速引っかかってしまったのがこちらのお店。和紙を扱う文具店です。紙物が好きな私には危険なお店。うっかり入ってしまいました。いやー、暑くなってきました。まだ梅雨明け前なのに、無理せずに日傘を使って進みます。中央通りから少し入ったところに、郵便発祥の地、日本橋郵便局があります。郵便の父と言われる前島密さんの像がありますが、なんと移転していました。見慣れた風景が変わりゆく日本橋。いよいよ橋の近くに行ってみましょう。つくづく橋の真上を通る首都高の景観が惜しいです。日本橋と掲示されている首都高が日本橋に見えてしまうというトリック。マラソンなどでここが映るたびに、もったいない、本当にもったいない、とつい言ってしまう。現在、青空が見える日本橋にしようと、2040年度の完成を目指してリニューアル工事中とのこと。楽しみですね。
明治時代に日本橋の中央が国道の起点と定められました。これはレプリカで、オリジナルの銅板が橋の中央に埋め込まれています。道路で見かける青看板の東京まで何キロは日本橋までの距離を示しているのですね。日本の真ん中、堂々とした橋がかっこいいです。暑くなってきましたし、少しお腹も空きました。そろそろどこかで休みましょう。カフェの居心地が良すぎて、つい長居してしまいました。クルーズの予約時間に遅れないよう、もう少し歩いていきます。ビルの間に緑あふれる場所がありました。お向かいにも小さなカフェがあり、ちょっとした癒しの場所です。森みたいな小道があったので行ってみると、神社に行き当たりました。人が並んでいるなと思ったら、宝くじの当選祈願で有名なパワースポットだそうです。中央通りに戻り、もう少し歩くと、製品書店のあるコレド室町に出ます。台湾の高尾で行ったあのお店。今日は外から眺めるだけでしたが、次はゆっくり見たいです。日本橋から北側の中央通りは混雑している印象ではありませんが、立派な建物が立ち並び、街の威厳を感じます。高島屋に並び、こちらも老舗の百貨店です。入り口からして荘厳なイメージですね。こちらは
ロンドントラファルガー広場のライオン像がモデルだそうです。当時の支配人が注文し、完成まで3年かかったとか。クルーズ船に乗る前に飴を一ついただきましょう。さっき栄太郎さんで買った梅干し飴です。おばあちゃんの茶箪笥に入っていた記憶がある上品な飴です。最近だと朝ドラに出てきて話題になっていましたね。ちなみに味はべっこう飴の味で梅の味はしません。いよいよクルーズの時間になりました。集合場所に向かいます。予約した順番で船に案内されます。乗って早々、いつもと違う風景にワクワクしますね。日本橋まで戻ってきました。これまで見てきた風景と少し違って見えるのは気のせいでしょうか。ガイドさんによると、ゆくゆくは川の両端にテラスが並ぶ構想だそうです。今日は日本橋の周りを歩きました。老舗の百貨店、名店の本店が集まり、商人の街という一面を感じました。そして日本の起点となる歴史ある橋、日本橋。川から街を眺め、新しい発見もありました。短い時間でもしっかり楽しめる日本橋歩き、楽しんでいただけましたでしょうか。見てくださってありがとうございます。
今後も50代の街歩きや旅をお届けいたします。気に入っていただけたらチャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。